ちょっと今日びっくりです。もう涼しい通り越して寒いまであるんですけど、今一応気温が22度なんですけど、曇ってるし湿度も低いし風も結構あるんで寒いくらいですよ。もう春は20度超えたら暑いとか言ってたのに、22度で寒いって言ってますからね。もう暑いの苦手なんでちょっと安心感あるんですけど、このまま秋になってほしいぐらいなんですけど、まだ8月があるんでそういうわけにはいかないと思いますけどね。ちょっと曇ってるんで暗いですが、気温的にはすごい快適。この外に出て汗が出てこないっていうのがね、もう最高すぎます。ということで夕方散歩というか、ハイボールの炭酸水がないので買いに行くだけなんですが、外に出てきました。混んでる時間かもしれないですけれども、おぶね、石につまずいたんですけど、やっぱ混んでるわ。こうなるとやっぱり車より歩きの方がいいなって思っちゃいますね。さっきまで前回の Vlog エピソード1262を編集してたんですけど、超広角カメラ使う時に空とか明るいところをタップしてからそっちに露出合わせてから撮ると手ぶれが少ないっていうことを動画内で話してたんですけれども、PC のでかいモニターでよくよく、確認してみたらピントがねボケちゃってるんですよね。それそうですよね。タップした方にピントを合わせようとするんで、どうしても空にフォーカスというかね、こういう建物とかからずれちゃうと思うんで、結構もうフォーカスがずれまくってたりとか、あとパカパカしちゃったりしてるシーンが多かったんで、なかなか超広角難しいでね。撮り始める時に露出を合わせてもその途中で戻っちゃうんですよね。歩ったりして場所が変わるとどうしても近い方に合わせようとしちゃうんで、フォーカス A フロックすれば、長押しで A フロックできるじゃないですか。それをすればいいんだけど、それをしないと明るさが変わった時に自動的に露出が上がっちゃうんですよね。だからちょっとそこら辺も慣れが必要なのかなっていう、慣れというかコツですね。掴んだ方がいいのかなっていう感じするんですけど、やっぱ歩きながらは超広角カメラ使わない方がいいんですかね。今はこのメインのフュージョンカメラで撮ってるんで、手ブレとかは比較的抑えられると思ってると思うんですけれども、もうこのね iPhone、 しかもこれ16 Pro で最新機種なんで、スマートフォンのカメラもう Android とかだったらもっと綺麗に撮れるかもしれないですけど、結構スマートフォンのカメラの中ではいい方だと思うんでね、このメインのフュージョンカメラは、なのでそこは心配じゃないんですが、画角がねやっぱり超広角になれると足りないような気がしてきちゃうんですよね。もっと広く撮りたいなって思っちゃうこともあるんですが、画角を撮るか画質を撮るか、やっぱり撮影するときはやっぱこれ広く撮りたいなって思うんですけど、いざ編集時に PC の画面、大きい画面でプレビューしてみるとブレブレで、やっぱり、標準カメラで撮っとけばよかったなって後悔するんですよね。なかなかそこら辺をね、基準というかどういうところではどういうカメラ使うっていうのを自分の中で決めていった方がいいと思うんですけれどもね、なかなかその撮影する時と編集する時でその心境が違うので、そこをリンクさせないといけないですけどね。どうしてもやっぱ超広角カメラは使いたくなっちゃう。歩きながらっていうのをやめたらいいのかもしれないですけどね。立ち止まって撮る分には、立ち止まって撮ってもね、その手の振動だけでブレたりすることあるんですけれども、とりあえずよっぽど明るい炎天下とかじゃなきゃ歩きながら撮るのはやめといた方がいいのかもしれませんね。たまにこのフュージョンカメラでも手ぶれしてることあるんでね、暗いと、本当に手ぶれとか気使ってなんかジンバル歩きみたいなそういうことをやれば、あんまやったことないんでうまくできないと思いますけど、そういうことやればいいのかもしれませんが、何せこの日常の Vlog なので、本当に今日はガチで撮影するぞみたいな時だったらいいんですけど、なかなか Vlog ではめんどくさいなっていうところあるんで、やっぱ気軽さを失っちゃいけないと思うんですよね。 Vlog っていうのはなかなか悩ましいところですけれども、
今日は今から燻製をします。なんかめっちゃ久々なんですけれども、そう1ヶ月ぐらい前に燻製というものを始めて、この燻製機を買ってね、で多分こっちの Vlog のチャンネルで燻製してる様子は多分映したことないんですよね。フード&トラベルチャンネルの方で動画を 2本ぐらい撮ったんですが、こっちのチャンネルでやるのはおそらく初めてですね。今日やっていきます。もう6時半だからできるのが8時ぐらいになっちゃうと思いますが、まずこれ、家族からもらった地元のチャーシュー、これがね少しだけ残ってたんで、ちょっとこれ燻製してみたらなかなかこのもともとついてるチャーシューの味と燻製の風味が、相まってどんな感じになるのか、なんか美味しそうだったんで、美味しそうかなと思ったんでやってみます。電子レンジで解凍しておきます。5切れあります。あとこれ、この前買ってきたカルディで買ってきた、ここつけないと見えないか、チーズ好きのための美味しい 6P チーズ。これまあ普通の 6P チーズですね。こんなやつ。これ多分日本の、そうですね、日本のやつで普通に、まあ一応これカルディで買ったんだけど、スーパーで買ったやつとねどう違うのかは分かりませんが、1個そのまま食べてみようかな。で5個を燻製にします。でチャーシュー解凍できたので、チャーシューから。でチャーシューは下の段かなと思っております。チャーシューをまずそしたらこのチーズも下かな。でもどうしようかな。魚も入れたいな。魚下の方がいいよな。チーズ今回上にしようか。チーズ上にします。そしたらですね、今回これサバ缶をちょっと入れてみようかなと思って、これサバの味噌煮ですね。この味噌煮が燻製でどんな味になるか気になったので、これ入れてみます。これをちょっといつも食べてる稲葉のやつじゃなくて、ちょっと、どこのやつだろうな、これ TCF っていうところのやつ。これブランド名なのかな。これね、なるべく、そうだこの前の教訓で雫が垂ると燻製剤湿って火が止まっちゃったり弱くなっちゃったりするんで、どうしよう、それ考えてなかった。あとそう、このコンロの上にね結構垂れて、この前掃除がそうこの前ねサーモンの雫が垂れちゃってね、めっちゃ臭かったんで、どうすっかな、なんか容器に入れるか。網の上に乗せた方がちゃんと火というか火はもちろん通るだろうし、香りもつくと思うんだけど、何か容器に入れましょうか。燻製がうまくいくのかあれですけれども、上側だけしか調理されないかもしれないですが、でもこれね下の段に入れようと思ってるんで、火力があればなんとかいけそうな気もするんですけどね。こんな感じだな。このまま入れちゃいます。あとね、こういうなんかちっちゃい個包装のナッツ類があるんですよ。よく詰め合わせで売ってる、お菓子ですよね。こういう粒餅チーズ、こういうのもね、ミックスナッツ、ミックスナッツとかアーモンドとかこういうのは定番ですけど、これもコロコロして下に残っちゃうと思うんで、こうお皿に入れるしかないんですが、よし、一応これでセットアップは完了かな。はい、こんな感じになりました。で今回も燻製剤はこの前買ったやつですね。なんかね、このトングとかでもって火つけるのがやりやすそうなんですけど、これ先っぽがゴムなんでね、ちょっと燃えるのが心配。スプーンとかに乗せてやろうかな。でもこれだとこうひっくり返したりとかするのがあれだから、とりあえずスプーンでいくか。ちょっとね、この燻製剤が少し風味が、スモークの感じがね弱かったんですよね。なので今回ちょっとしっかりめに着火して火力を上げてみようかなと。そしてこの前めっちゃ時間かかったんでね、なんか雫が立ったり火のつき方が悪かったりしたのが原因だと思いますが、
でここでひっくりですか。これでスプーンじゃなくてフォークの方がいいかもね。この方がね、隙間から火が通るだろうか。今回火のつき方いいんじゃないですか。よし。めっちゃ今回火力強そうです。では、ここから1時間半、これは飲む派です。なんかあんまり美味しくは感じないんだけど、なんかすごい栄養が溶けてるらしいんですよね、この魚の缶詰の汁って。美味しいっちゃ美味しいですけどね。なんかまだ味噌味ならいいんだけど、普通の水煮とかだとあんま美味しくないんですけどね。栄養があるんだったら捨てるのもったいないんで飲んでるってだけであって。はい、これで待ちです。ちょっと少し経っちゃったけど、せんべいを入れてみたかったんですよね。この前もらってきた。ごめん、せっかくあれかもしれないけど。よし、せんべいも投入完了。今回結構安定性がいい気がします。いつもなんか途中で弱くなって確認してみたら消えてたりとかするんですが、今回は絶好調で結構しっかりめに火つけたんで火力も高そうです。さあ、これはもう7時になっちゃいましたが、燻製剤の残り方見た感じ、あと1時間ではできなそうなんですけどね。9時くらいになっちゃうかな。このさっきのチーズ、これ燻製にしてないそのままのやつなんですけど、ちょっと酸味が強くて、なんかブラックペッパーっぽい味がしますね。胡椒は入ってないと思うんですけど、なんかそんな感じの味がします。ちょっと辛みがあるのかな。なんか止まってるな。なんでだろう。調子良かったんだけど、なんで今日は止まったんでしょうか。よく見たら水が垂れてる。そうだ、これ多分チャーシューだな。そっか、チャーシューにも水分あるんですよね。そっか、チャーシューから水分が垂れることを把握してなかった。でもこの上段のものにも色がついてきてるからいいですけど、でもだいぶまだ残ってますからね。ちょっとこのチャーシューの下避けて再開してみます。ちょうどこれお皿のある位置の下なので、ちょうど火力強くなっていいかな。まだ半分ぐらいかかりそう。もう8時なんだけどな。でももう終わりだったみたいですね。砕けました。今回もいい色してます。皿に盛ったものたちがどれだけスモークな感じがしてるかっていう感じですけどね。このチャーシューとか絶対美味しいと思いますけれどもね。このナッツ類、アーモンドとかはよくありますけれども、このチーズ揚げとかどうだろうな。なんか結構カリカリ度が増して、でさらにこのスモークな感じを中に閉じ込めてる感じですね。これもなんか中に閉じ込めてそうな感じしますけど、でもこっちは結構元の味が残ってるって感じ。うっすらと燻製の味がするっていう感じですね。サバが想像以上にうまいです。あれですね、酒とばみたいな味がします。で多分これ味噌味も効いてると思いますね。また水煮とか違う味の魚であったら変わると思いますけれども、でチーズもね、もうこれ表面、めっちゃいい色してる。裏側もう表面が完全にコーティングされてるっていう感じで、やっぱ結構このチーズ酸味が強いんですね。それとこのスモークの相性が最高です。その端っこの脂身の塊があったんですけど、やっぱ脂身は美味しいね。やっぱ柔らかいから味が染みやすいのかな。外が涼しいのはいいんですけど、これ昼からだったんですが、窓閉めていると結構暑くて汗かいてくるぐらい暑いんで、これ今窓を開けて台所の換気扇回すと結構いい風が入ってくるんで、これで本日はね、大野原のエリアまで歩いていこうと思うんですけれども、大野原公園の方ね。でそこに行くまでがね、
うちからだとこの与平沼があるせいで結構この縦の、北へのアクセスがすごい悪いんですよね。だからいつも結構遠回りして東照宮駅の方まで行ってぐるっとあれだな小松島の方ね回っていくんですけど、結構それだと遠回りなんですが、最近発見したルートで与平沼のこっちの東側の端っこね、ここあるじゃないですか。あそこにねなんか本当に森の中に入ってくるような道があるんですよ。なんか子供がいっぱいいますけど、ここですよ、こここれほんと最近発見したんですが、ここが与平沼公園の沼はもっと向こうにありますけど、でね、あっちの方のなんか住宅地みたいなとこ上がってくるんですけど、そこの坂が結構急なので、結構距離的に短いんですが高低差があるっていうので結構大変なんですけど、でも近いんで、うちからねこのワークアウトだと8分しか歩ってないんですがたどり着いたという場所になりますね。本当にね、ここに来るまでも本当に住宅街の中を歩いてくるような、もう車がすれ違えないぐらいの、そして急坂のとこなんですけどね、こんなところを入っていくと、こう道もね、なんとかこう人がこっち行った方がいいかな、人が、歩ったような形跡がこうあるくらいで、なんかやばいキノコが落ちてたりとか、こんな感じの、なかなかね誰も通らないし、そもそも知ってる人も存在すら知らない人も多いんじゃないかなっていう道なんですけどね、こういうところ、ここを歩っていきます。だからね、自転車とかで行くときは通れないですよね。っていうか、ここに来るまでの急坂も登りたくないし、本当に徒歩専用って感じです。ほら、すごくないですかこれ。入り口が今入ってきたところがあっちの方で、あそこの方にちらっと見えてるんですが、与平沼の北側の広場があるんですよね。大きい広場、駐車場がある広場があそこです。でね、もうすぐ車の音が聞こえるんですけれども、もうすぐ大通りに出るって感じです。だからもうね、本当に距離的にはね、どうなんだろう、直線距離は100メートル200メートル歩かないかぐらいのすごい短い距離なんですが、本当にここら辺のエリアの南北のアクセスがすごく悪くて、本当にねこの道は結構ありがたい。ほら、もう着きました。この道も3分ぐらいですね、歩ってた時間。結構過酷なルートなんで体感時間としては結構長いんですが、歩ってた時間は3分ぐらいです。でこう出るんですよ、ここに。でここがもうね、ここの大野原に行くところの、そこが与平沼の広場、右に入っていくとあるんですけど、ずっとまっすぐ行くと京前機とかがあるエリアに着く道路ですね。ここに出て、ほらこんなとこですよ。なんか一応金属のポールが立ってて分かるようになってますが、こんな感じのところです。なかなか勇気がないと入れない場所ですが、かなりあそこの道は便利に使ってます。でこっからねずっとまっすぐ行くと大野原公園に行けます。ここもね多分こっから 2,3 キロあるんで結構時間かかるんですけれどもね。でさらにその前にも地下鉄大野原駅のところのすごい上り坂があったりしてね、決して近い距離ではないんですけど、あそこを通んないととんでもなく遠くなってしまうっていうね。でもう少し先行くと小松島のなんか医療の大学があるじゃないですか。あそこの道路から続く道があるんですけど、よくあそこ通って大野原方面に行ってたんですが、一回ね東照宮駅の方まで行って、でそこからまた登ってこないといけないということで、一回下に降りないといけないんですよね。なので距離的には今の道が一番近いというね、歩きの時しか通れないですけど、で気温もね今23度っていうことでめっちゃ涼しいです。で太陽も出てないし程よく風もあるっていう感じで、でもさすがにあそこの過酷なルート歩ってきたら少し汗かいてきたんで、暑かったら通りたくないですね。そもそも暑かったらこんな長い距離散歩はしないですが、先一昨日ぐらいからこの結構涼しい日が続いてるんですよね。ずっともう30度超え
当たり前だったんですが、ちょっとこの涼しい合間を利用して外に出ておきたいですね。ちょっと一旦休憩。こんなところにベンチがあったんですね。初めてかも。結構ゆっくりペースで来たので46分かかってますね。公園に来てこうやって散歩するのは久しぶりかもしれませんね。もう最近暑すぎて全然外出てなかったので。なんかやってますね。でっかいフラッグを振ってなんか踊ってます。久しぶりにこの黒松の方の出口から出てみます。さて、なんでこっちから外に出てきたかというと、家族からお使いを頼まれまして、そうちょうど来週1週間後くらいに帰省するんですけど、実家で飼ってるオカメインコにあげるサプリメントを買ってきてくれと頼まれて、でちょっとそこにベージュのビルの2階かトリッピーっていう鳥専門、のお店、その餌とか、グッズが売ってるお店があるんですけど、あそこで買います。あそこのお店がね、なんか家族が仙台に来るとたまに行ったりして、なんかああいう鳥専門店ってなかなか地元にはなくて、結構家族もなんか通販でこのお店からいろいろ取り寄せてるみたいで、近くにいるんでせっかくなら買ってきてくれっていうことだったので、なんか写真付きでサプリメントの、写真をもらったんですが、それと同じものを買えるか、その前にファミマで飲み物を買おう。ここですね。ツバメの巣があそこにありますね。あ、立ち止まるなって書いてあったわ。3袋ゲット。はい、ということで実家のインコのサプリも買えたので公園に戻ります。すげえ、1時間半も歩ってますね。いやでも全然疲れないわ。この気候いいですね。ただ全然日は出てこないので洗濯物が乾くか心配ですね、夜まで。今知ったけど明治100年記念できたみたいですね、ここの公園。明治100年っていつだ？ 1968 年の昭和43年だそうです。なので50年前くらいですかね。ここの休憩所空いてますね。すごい、結局2時間歩きました。食べ物持ってきたんでここで食べます。唐揚げ丼ですね。下にご飯が敷いてあって、この唐揚げとの間にチーズが敷いてもあります。で下味つけてなかったんで、なんか醤油とか唐辛子とかマヨネーズとかでソース作ってかけました。こういうところで食べるご飯は美味しいんじゃないかな。これさっきファミマで買ったモンスター、これ飲んだことないフレーバーなんですけど、リッパーっていうみたいですね。ちょっと飲んでみます。なんかトロピカル系らしいですけど、なんだろう、本当にいろんな味混ざってるって感じ。なんかピーチとかグレープフルーツとかいろいろ混ざってる感じで、結構駄菓子っぽい味ですね。でも好き嫌いが結構分かれそうな味。個人的には結構好きな味ですけどね。いやー、3時間半も歩ってました。すごいな。最近で一番長いかも。13キロも歩いてるし、トータルの消費カロリーが1500カロリーだそうです。すごいですね。散歩しただけで。涼しいとはいえさすがにこんだけ歩くとだいぶ汗かいたんで
一回シャワー浴びてきました。ちなみに洗濯物が乾いてそうだったですね。よかった。そんなこともあろうかと長めに脱水したんで。花火やってますか？すごい花火の音がしたんだけど、ちょっと外出てみようか。ほら、めっちゃどんどん言ってるんですよね。もしかしてあれかな、自衛隊の駐屯地のやつかな。毎年ね、このくらいの時期にその駐屯地のイベントやるんですよね。で、その花火が、みんなここのマンションの人も写真撮ってますね。ベランダに出て。ここのマンション、高いとこに住んでる人は見えるだろうけど、下歩ってると見えるかな。そのね、駐屯地のイベントみたいなのがね、だいたい私が仙台に来てから夏初めて見る花火になるんですよね。多分そこの曲がり角からね、見えた気がするんだけど、見えるかな。去年はね、そこの白いフェンスの、見えたおお、なんか想像以上に綺麗に見えたぞ。こっからこんなに綺麗に見えたことないんですけど、だいたい建物の影になっちゃったりしたんだけど、めっちゃいいポジション見つけたんだけど、すごい。こんなに綺麗に見えるとは、すごい。おお、でかっ。私が見てたからでしょうかね。来た頃は誰も立ち止まってなかったのに、今もう3人ぐらい立ち止まって写真撮ってます。まだ続いてますね。っていうか、この iPhone 16 Pro の5倍ズーム優秀すぎますね。この暗い中で5倍ズームしても花火がすごい綺麗に捉えられました。っていうかね、そもそも iPhone 13 Pro の時は明るさがないとそもそも望遠レンズに切り替わらなかったんですよね。3倍ズームに。ですが、こんなに暗い環境なのにしっかり5倍ズームカメラに切り替わって、かつ綺麗に撮れるっていう、やっぱりカメラの進化がね、やっぱり暗所に弱いことには変わりないんで、あんまり暗所での撮影避けてたんですが、今回花火撮ってみて、よりこの iPhone 16 Pro カメラ性能いいなっていうことに改めて気づいた